皆さんこんにちは。クラフターチャンネルへようこそ。今回は機動戦士ガンダムユニコーンに登場するあの赤いモビルスーツのガンプラを紹介します。今回のキットはこちら、リアルグレード144分の1スケールシナンジュです。こちらがキットの箱になりますが、リアルグレードにしては非常に大きな箱です。本体の装甲は真っ赤なグロス加工が施されていて非常にかっこいいです。アドバンスと MS ジョイントのフレームを見てみましょう。すごく細かい作りになってます。膝の関節などもかなりの方向まで曲げることができます。しかしこの複雑な機構を作ったバンダイのスタッフの方って本当に感心します。すごいですよね。ある意味天才というかもう変態的、それぐらい細かい造形になってます。腕なんかもこの180度ぐらいこのように曲がります。可動範囲が非常にすごいフレームになっています。シナンジュのフレームは他のリアルグレードのキットと違って少し大きめに設定されています。腰の部分も蛇腹構造のようになっていて少し胴体が長くなっています。この蛇腹構造で前後に胴体を動かすことが可能になっています。では早速キットを組み立てていきたいと思います。こちらは袖の部分のパーツになります。どうですか、このゴールドのメッキの加工、すごいキラキラしていて素晴らしいと思います。でここに黒いパーツをはめ込んでエングレービング加工を再現しています。ハイグレードやマスターグレードではこのエングレービング加工の部分は自分で色分けしないといけなかったんですけども、ついにパーツの塗り分けでこのエングレービング加工を再現しているというすごいキットになっています。ちなみにこの袖の部分なんですけども、ガンダムユニコーンの物語の中ではジオンの残党のことを袖付きと通称呼んでいます。まさにこの袖の部分のエングレービング加工が彼らのトレードマークと言えるんでしょうね。組み立てがほぼ終わりました。このキットはすごいですね。ちょっと作ってみましたけど感動しました。なんせ各パーツの作り込みがすごいです。バンダイさんもこれ本気出して作ってますね。もちろん他のキットが本気で作ってないってわけじゃないんですけど、やっぱり人間なんでこのキットはこれぐらいでいいかなっていうのもあれば、このキットだけはパーフェクトなものを作りたいっていう風なそんな気持ちになる時もあると思うんですね。でシナンジュは後者です。もう絶対に最高のプラモデルを作ってやろうっていうバンダイさんの意気込みがもうひしひしと感じられる、そんなガンプラに仕上がってますね。ちょっと興奮しすぎましたがパーツの方を見ていきたいと思います。まずこちらがフレキシブルスラスターです。タンクに合わせ目があるんですがほとんど目立ちません。ノズルの先は白のパーツで形成されています。こちらがシールドです。裏側に2本のビームアックスをつけておくことができます。ビームアックス用のエフェクトパーツがこちらになります。長めのエフェクトパーツも付属してますね。こちらはビームアックスを高出力状態にした時のビームソードアックス状態のパーツです。こちらはグレネードランチャー、ビームライフル、ビームサーベルが2本以上が武器の装備になります。では組み立てていきましょう。まず足ですね。ちょっと説明させてください。めちゃめちゃ興奮するわこれ。可動はこんな感じで動きます。曲げた時にこのエングレービング加工、このパーツが出てくるんですよね。すっごいかっこいいなこれ。もうこのギミックが半端ない。このブースターがこうふくらはぎについてるのも最高ですねこれ。このつま先かかとはあんまり動かないですね。この可動はここが下に向くぐらいでそんなに動かないです。そして下半身、この内側まで精巧に作られてるんですよね。この辺なんかほとんど見えないところなんですけど細かい作り込みがなされてます。キラッキラですしね。ここもエングレービング加工が施されてます。めっちゃかっこいいわこれ。じゃあ足を取り付けます。刺すだけですね。はい、これで下半身の完成です。これ結構大きいキットなんですよね。
次に上半身を組み立てます。上半身のこの部分もこのエングレービング加工、そして襟がついてます。もうジオン軍って感じですね。これ腰の部分はこういう感じで動くんですよね。こう蛇腹状態になっててクックックッとで前後に傾くようになってます。この辺のでもつき具合はちょっと弱い感じがしますね。で手は、斜めにちょっと手の説明もさせてください。うわ興奮してきたな。ここのエングレービング、これなんですかね。こんな細かいところまで作り込んであるっていうね。そしてここの通常すごいプロモデラーで改造が得意な方がこう穴を開けてピンバイスで穴を開けて、メタルパーツをこうちょっとつけたりしますよね。そんな感じの衣装、そんな感じの、かっこいいなんでしょう、デザインが施されてるっていう。ここにもバーニアがスラスターがついてますね。この装甲の内側に非常に凝った作りがなされてるんですよね。このシルバーのパーツでがっちりしてます。で手をつける場合はこう斜めに差し込んでまっすぐ伸ばしてこう取り付ける、そんな感じになってます。こっちも同様ですね。斜めから差し込んで戻して、だからこうつけるような感じですね。そしてちょっと下半身と上半身をジョイントさせましょう。この辺がちょっとふわっとしてるんですよね。はい、そして頭部です。頭部の作り込みも半端ない。このバルカン部、ビームバルカン部、そして物合いはクリアパーツで作られています。横の部分を見るとですね、穴が開いてるんですけど、ここの部分のビスみたいなのがパーツの色分けで再現されてます。細かすぎる。ほとんど物合いは見えないんですけど、それでも作り込みすごいな。ちなみにこの物合いは頭部を取り外してですね、取れねえな。頭部を取り外して、なんか無理すると折れそうで、ここにこのクリア部品の取っ手みたいなのが見えるんですけど、これをこう移動させることで物合いがちょっと左右に動く、全然見えないと思うんですけど、左右に動くような構造になってます。じゃあ頭部の取り付けです。首の部分はボールジョイントになってます。あんまりしっかりはつかないですね。グッと上に上げるとポロって取れるっていう、そんな感じです。いやどうですかこれ。プラモデルとは思えないキラッキラですごい質感のガンプラですよこれ。シールドはこの動くパーツでこの上腕部にカチャッと止めるか、こういう風に止めるか、もしくはこの丸い部分がありますんで、これを肩のアーマーの部分に難しい。肩のアーマーの部分にこれ差し込める。これ肩のアーマーの部分にこう差し込んでこういう形で取り付けるか、2種類の取り付け方があるんですけど、これなんかちょっと変ですね。はい、指南樹完成です。じゃあ各部紹介していきたいと思います。まず足のこのふくらはぎの部分なんですけど、これもすごいですね。ここがこう開いてスラスターがこうチラ見えするっていう。でこのスラスターはアームがついてまして、この中に外側にこう展開することができます。でちなみにこう回すこともできます。どこまででも回りますね。これ両足の外側にこの機構がついてます。ふくらはぎの裏側はこのように開閉します。ここからもスラスターノズルがこう見えるわけですね。はい、サイドアーマーの部分ですね。こちらにもスラスターがこうついてるんですが、ここも伸びます。でこの内部構造がこうチラ見えするという。肩のアーマーにもスラスターがついてますけども、これもこのように展開します。で内部のスラスターがこう出てくるっていう、そういうギミックになってます。で背面のフレキシブルスラスターですね。これはこのように上下に動きます。こう展開することができます。こう広がってかなり羽のようにこう広がる印象ですね。うわかっけえ、マジこれめちゃくちゃかっこいいですね。こう見えづらいですが、この後ろのここにもバーニアが2機装備されています。
はい、ではスラスターを全部展開した時の高機動モード、フルフロンタルがもうバリバリに指南樹を動かす時の高機動モード時にしてみたいと思います。コックピットハッチは開閉可能です。まずこの下の部分を下げて、このエングレービングも開きます。でここも上に稼働します。ここがコックピットになってます。中に何かあるわけではないんですけど、雰囲気としては楽しめるかなと思います。はい、武器を紹介していきます。こちらはグレネードランチャーですね。この部分が稼働します。弾を入れ替えるみたいな、そういったギミックをイメージしてるんでしょうかね。次にビームライフル、避難時用に作られた高出力タイプとなっています。で重心が長くて標準的なものよりバレる部分が長いのが特徴です。またここにサイトセンサーがついてますけど、これによって遠距離射撃にも対応しています。またここが開閉するようになってます。ここを開けて先ほどのグレネードランチャーを取り付けることもできます。ここに切り込みがありますので、そこにカチッと入れるような感じでこのようにしっかりつきます。このライフルもめちゃめちゃかっこいいですね。ビームライフルはこの後ろのパーツを展開してスコープを外して背中にマウントさせることもできます。こちらビームアックス、エフェクトパーツをつけることでビーム使用時を再現できます。ちなみにこの2本のビームアックスは連結して1本にすることもできます。このようにしてなぎなたのように使えます。ユニコーンガンダムのオープニングでもシナンジュがなぎなたをくるくる回してましたよね。そういったモデリングが再現できます。エフェクトパーツはもう一つあって、こちらは出力を高めた時のビームソードアックス状態ですね。ビームサーベルのように使うことができる、そういったモデリングも再現できるようになってます。色がいいですね、このクリアパーツの。続いてシールドです。このシールドも袖付きに特徴のエングレービング加工が施されています。もう作り込みが激しくかっこいい。この赤の光沢パーツとこのゴールドのメッキパーツ、そしてブラックのエングレービング加工、最高ですねこれ。先ほどの BMAX は通常シールドの方に格納されていて、シールドにつけたままでも武器として使用できます。グレネードランチャーをシールドの裏に取り付けることも可能です。シールド裏のアックスをこのように回転させて下に持ってくることもできます。シールドに取り付けた状態でビームソードアックスが再現できます。これもかっこいいですね。リアルグレードシリーズ144分の1スケールシナンジュ、いかがでしたか？細かいディテールと美しいプロポーションを持つ最高クラスのガンプラだと思います。ただ RG 特有のパーツのポロリが多いのが少し難点ですが、ポージングを決めてディスプレイするのに最適なガンプラじゃないかと思います。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。高評価やチャンネル登録もお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。